皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。またこの時期がやってきました。昨年に続き TGS 海外出展企業まとめ、9月26日木曜日から9月29日日曜日に開催される東京ゲームショウ2024は昨年を上回る過去最大の出展規模ということで、特に注目されている一般展示部門とスマートフォンゲーム部門の中から国内スタジオはもちろん中国韓国の注目スタジオが出展する新作タイトルの紹介、さらに今回の TGS から見る今後の注目のゲーム市場がどうなっていくのか考察してますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。チャンネル登録してないっていう野暮なやつはいないと思いますが、ぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。まず今回の TGS2024 の規模がなんと過去最大規模で、出展者数は731社、国内448社、海外283社、コマ数は過去最大の3190コマとなっていて、注目部門である一般展示部門は約126社、スマートフォンゲーム部門は約21社の計147社。その中からまず中国韓国のスタジオの中で特に気になったのがこの7つの開発スタジオ。ババーン。それではどんなタイトルを出展するのか見ていきましょう。最初に紹介するスタジオはホッタスタジオ。ホッタスタジオといえば幻冬の開発スタジオで2024年7月16日に開発発表されたネバーネス2エバーネス通称 NTE の出展が予想されます。これかなり期待されているタイトルですよね。NTE は Unreal Engine 5で開発が進んでいる都市怪談をテーマにした超現実アーバンオープンワールド RPG で GTA-like な高自由度のプレイ体験ができるタイトル。売りの要素の一つとして反重力能力であらゆる場所を移動することができ、移動にかかるストレスが低い。壁走りに関して重力の概念がないので天井を走ったりできるのはちょっと新鮮。またバトルにおいては現時点で詳しいことは不明ですが、幻冬での良いところを踏襲しさらにブラッシュアップした内容になっていそうです。全貌がまだわからないことだらけですが TGS に出展されたらぜひプレイしたいタイトルですね。続いてはクロゲームス、ハニグレでおなじみの開発スタジオ。2024年5月17日に新作オープンワールドアクション RPG 名調をリリースしたことで、さすがにクロゲームス知らんという方はかなり少なくなったのではないでしょうか。リリース前やリリース後のプロモーション展開のお金のかけ方がやばい。ある意味プロモーションのあるべき姿を見た感じがします。そんな名調はポストアポカリプスな世界で展開されるオープンワールドアクション RPG で、キャラデザも良く、特にバトルにおける戦闘体験や爽快感、さらにストレスフリーな移動などを売りとしているタイトル。つい先日 PS5 版の開発が進んでいることが報じられたことで、今回の TGS ではあくまでも推測ですが、現行の PC モバイル版の私有と PS5 版の私有体験ができるのではと予想します。TGS の前に開催されるコミケやゲームスコムでの出展がないっぽいので、どんな内容になるか気になりますね。続いてのスタジオはインフォールドゲームス。代表作は全世界で1億ダウンロードを記録した着せ替えコーデ RPG ミラクルニキや、最近だと恋愛ゲームでは珍しいアクション要素のある恋と真空をリリースするなど、女性が楽しめるゲームを展開している開発スタジオ。そんな開発スタジオから出展するタイトルはインフィニティ2期。2期シリーズの最新作でオープンワールド着せ替えアドベンチャーゲーム。PC、PlayStation 5、iOS、Android、マルチプラットフォーム対応でオープンワールドと着せ替えを組み合わせたアドベンチャーゲーム。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドでゲームデザインを務めた富永健太郎氏がエグゼクティブプロデューサーとして開発に携わっていることでゲーマーの注目を集めているタイトル。物語の概要は主人公2期は屋根裏で見つけた不思議なドレスの力によって相棒のモモと共に神秘に満ちたマーベル大陸へと導かれる。2期はマーベル大陸に繁栄をもたらしたスタイリストとなり、様々なコーデの力を使って元の世界に戻る手がかりを探していくといった内容。このコーデというのが重要な要素となっていて、衣装によって発動できるスキルに変化があり、
特別な力を持つスキルコーデを作り、身につけることで2機は不思議な力を使いこなせるようになります。例えば青を基調とした浮遊コーデはジャンプを強化し浮遊を可能にし、緑を基調としたコーデはモンスターを浄化する力が備わっていたりと、様々なコーデを駆使し探索の謎解きやバトルを攻略するといった内容。一言で言うと女性向けゼルダブレスオブザワイルド。気になる方はぜひ公式サイトなどチェックしてみてくださいませ。続いての出展企業はネクソン。代表作は2005年からサービスを展開し、全世界で登録者数8億人を突破したアラド戦記。さらに2024年5月にアラド戦記モバイルをリリースし、わずか1ヶ月でなんと430億円の売り上げを叩き出したモンスター級タイトル。そんなネクソンから今回出展予定のタイトルは、アラド戦記をベースにPC、PlayStation 5、Xbox シリーズ XS 向けに開発を進めるハードコアアクション RPG The First Berserker 火山の出展が予想されます。理由としては8月21日から25日にドイツのケルンで開催予定のゲームスコム2024に出展されることから TGS でも出展されると推察します。このタイトル火山はダークソウルや赤狼のように危機迫る刺激的な戦闘や緊張感のあるバトルが楽しめるタイトルで、実際にどんなプレイ体験ができるのか TGS での出展に期待したいところです。続いての出展企業はレベルインフィニティ。ここはすでに出展予定のタイトルが公式 X で公開されており、勝利の女神ニケや X ボーン、デューンアウェイクニングの出展が決まっていて、ニケのブースは昨年に続きコスプレイヤーリアルガチャなんでしょうかね。公式 X ではどんなブースになるか期待してくださいということで、またとんでもないブース展開になるのではないかと期待しております。続いての出展企業はパンスタジオ。企業名は記載されていないのですが、出展タイトルが記載されていたので間違いないと思います。出展されるタイトルは何かと話題のデュエットナイトアビス。プラットフォームは PC、iOS、Android。ジャンルは全方位型ファンタジーアドベンチャー RPG で、出展企業であるパンスタジオはアニグレ運営でおなじみのヒーローゲームス傘下の開発スタジオ。そんな開発スタジオが手掛けるデュエットナイトアビスはオープンワールド風のマップをパルクールアクションを駆使して移動し、爽快なバトルを楽しめる内容。3月に実施された CBT でプレイしたところ、ストレスを感じさせない移動アクションやランダム要素のあるマップ構成で周回を飽きさせないバトル、また様々なミッションが用意されていてやりごたえのある探索要素などかなり楽しめる内容となってます。今回の TGS では前回の CBT からどれだけブラッシュアップされたかかなり気になります。興味のある方はぜひ公式 X など見てくださいませ。続いて鳥を飾るのはビッグゲームスタジオズ。個人的に今回の TGS で一番気になる出展スタジオで、ビッグゲームスタジオズまだよくわからんという方のために簡単にスタジオ概要を紹介すると、大ヒット作黒い砂漠で有名なパールアビスの関連会社ということで、ゲーム開発における高い水準を持ったスタッフが集まり、2020年に設立した新進気鋭の開発スタジオ。スタジオコンセプトは一本のアニメーションを見ているようなハイクオリティなグラフィックスと、次世代モバイル RPG ゲームの開発を通じてユーザーの皆様にゲームの面白さだけではなく感動を与えられるゲームを提供することを目指していくということで、代表作は週刊少年ジャンプで連載していたブラッククローバーを題材としたブラッククローバーモバイルで、原作を追体験でき迫力のある魔法バトルやアニメーションシーンはかなり魅力的で、会社コンセプトをしっかりと継承した作品となっております。そんなビッグゲームスタジオズが出展予定のタイトルはブレイカーズ・アンロック・ザ・ワールド。これマジ超楽しみで、去年 TGS で大々的に発表され、さらに4ゲーマーのインタビューでは24年リリース予定ということで紹介されていたんですが、今年に入ってからちょっと公式 X での情報公開とか開発進捗に関することとか CBT とか、本当に24年に出るのってくらいちょっとね、公式 X の更新が薄くなっていて、個人的にもしかしたらこれ開発中止になったとか、角川との技術提携の話でゴタゴタがあったとか、あとは競合他社との絡みで株主からいろいろ指摘が入って作り直しとか、いろいろ考えてた矢先にこの TGS の出展企業一覧見て、ビッグゲームスタジオズの名前あるじゃないですか。これ見た時の安堵感やばかった。とはいえまだね、ブレイカーズ・アンロック・ザ・ワールドが出展されるかわからんのですが、これしかないと思うんですよね。でね、
このタイトルどんなゲームかというと、総力をかけて開発中の日韓競争タイトルで、プラットフォームは iOS、Android、PC、ジャンルは王道ファンタジーのアニメーションアクション RPG、アニメという部分では日本のクリエイターが参加し開発協力しているということで、かなり力の入ったアニメシーンとなっています。要所要所馴染み深い演出やカットシーンがふんだんに採用されていて、親近感があり、どこか懐かしく分かりやすい表現であったり、日本のアニメや漫画表現を研究し活かしているのが分かります。個人的にはこのシーンに出てくる名前のない女の子、実は意外と推しです。バトルについては昨年の TGS でプレイした感じ、シンプルな操作で爽快なアクションが楽しめ、キャラクターごと役割を持っていて連携攻撃をうまく組み合わせて攻略していくといった感じ。ただあくまでも1年前に体験した内容なので、もしかしたらバトルの要素大きく変わっているかもしれないです。例えばパリやジャスト回避とかジャンプできたりとか、なんか色々変わってそうな気がします。あるいはこういった要素を兼ね備えたキャラが増えているとか、何にしても超楽しみなタイトルで、この1年でどこまで変化があったのかすごく気になります。TGS には昨年同様参加するので、もしこのタイトル出展されるのであればしっかりとプレイしていきたいと思います。はい、ここまでが中国韓国の注目スタジオ紹介。続いては国内スタジオの出展状況について。今回一般展示部門とスマートフォンゲーム部門に出展する国内スタジオ約84社のうち15社が知名度の高いスタジオとなっていて、その中でも個人的に注目しているのはソニーインタラクティブエンターテインメント SIE ですね。なぜかというと2019年の TGS を最後に大型ブースの出展はしておらず、インディーゲームコーナーの出展でとどまっていたんですよね。これ去年の映像なんですが、インディーゲームプレイして手拭いもらいました。そんな感じで久しぶりの一般展示出展なので、どんなタイトルが出てくるのか気になりますね。それとパルワールドで一躍知名度の上がったポケットペアもどんなブース展開をするのか気になるところ。国内はざっとこんな感じです。個人的にはビッグゲームスタジオスからリリース予定のブレイカーズアンロックザワールドが今年後半の注目タイトルと考えております。 TGS 出展のタイトルの中でこれというのがあればぜひコメントくださいませ。ここまで中国、韓国、日本のスタジオを紹介してきたのですが、年々海外のスタジオ出展数が増えてきていて、特に気になるのが中東地域からの出展が見られていることですね。過去開催されていた TGS でもオンライン出展とかはあったんですが、リアルで今回4社出展があるということで、今後この中東地域、特にサウジアラビアやアラブ首長国連邦からの出展が増えてくるのかなといった感じです。すでにご存知の方もいるかと思いますが、中東地域の経済っていうのが化石資源で石油や天然ガスで成り立っていて、いずれこの化石資源が枯渇するという問題もあり、化石資源に頼らない新たなメイン産業を創出するプログラムとして有名なのがサウジビジョン2030。コンセプトは国家の経済能力を強化多角化し、国民に向けた健全な雇用機会と全ての面における長期的な繁栄の促進を実現することを目的とした国家施策。この施策の中にゲーム産業に関する内容があって、ゲーム開発の促進や e スポーツの普及、次世代ゲーム開発者の育成、国際的なパートナーシップなどかなり本格的な内容で力を入れている部分、さらにアラブ首長国連邦でも同様にドバイを世界のゲーム産業のトップ10都市に成長させることを目標にドバイプログラムフォアゲーミング2033を公表するなど、今まで溜め込んでいるオイルマネーをふんだんに使って国家プロジェクトとしてゲーム産業に力を入れ出してきていて、特に国際的なパートナーシップを結びつつというところが結構肝になるのかなと。世界各国のゲームスタジオと協業したり技術提携を結んだり、中東諸国をマーケットとして各国のゲームスタジオが参入したりと、中東発信のゲームが今後増えてくるのかなといった感じ。技術力の向上や市場拡大、ノウハウ取得を目指すために M&A などの合併買収なども考えられ、例えが悪いかもですけど、すでに画廊伝説やキングオブファイターズでおなじみの開発スタジオ SNK が近い感じになっていて、日本の企業ではあるものの、サウジアラビアの皇太子が設立したミスク財団傘下の
EGDC が筆頭株主となり SNK が持っている IP 資産や技術資産などは全て EGDC によって権利の管理がされ SNK の事業方針や戦略は EGDC の全体的なビジョンや目標に沿って決定されることになるので、日本の企業であって日本の企業ではない感じ。詳しいことは調べてみてくださいませ。これは特殊なケースなんですが、今後こういった経営困難となったゲーム開発スタジオが中東諸国の企業に合併や買収されることも考えられます。で TGS での出展も今後増えてくるのかなといった感じ。今後ますます技術力と資本力を持った開発スタジオが増えてきて、今現在中国すげーってなっているのがいずれ中東のゲームすげーってなる日が来るかもしれないですね。中東ゲーム市場はこれからますます熱くなってくるので、ちょっと注目しておくのも良いかもしれないです。特に日本のゲームスタジオが新たなマーケットとして中東に参入する機会も増えてくるのかなといった感じ。はい、ということで今回は TGS2024 に出展するアジア地域の注目開発スタジオの紹介や TGS 出展企業から見る今後のゲーム市場について解説してまいりましたがいかがでしょうか。個人的にはビッグゲームスタジオスからリリース予定のブレイカーズ・アンロック・ザ・ワールドが今年後半の注目タイトルと考えております。 TGS 出展のタイトルの中でこれというのがあればぜひコメントくださいませ。ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録してないって野暮なやつはいないと思いますが、まだならぜひこの機会にチャンネル登録、高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。